皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんはい。です。よろしくお願いはい。しまよろしくおす。願いします。はい、お願いしま今日す。は成城大学の2人のはい、教授に、出ていただいて、はい、ちょっと面白いスポーツの話を3回連続でやりたいと思っはい、ています。一番大きく取り上げたいのが、なぜ現代人と現代社会はこれほどスポーツに熱狂するのかというよううん。な、タイトルをつけました。これ3回通してのタイトルなんですけど、小崎さんなんかどう思います？現代人と現代社会でスポーツにこんなに熱狂してるのはなぜかっていう。まあ、非日常的なそのお祭りということに対してじゃない考えすぎ、ですかね。考えすぎ。もっと単純に行きましょう、単純に。現代人に合うように結論が早いとかね。なんか、うん、まあ、それはあると思いますね。あっその、という間に終わって、うん、結果がすぐ見えるといすぐ見う、える。ほんで、あっうん、という間にみんな忘れてしまううっていうのん、ね、とことも言えるんじゃないかななんて思ってるんで。うん、まあ、それ深掘りしていったら、どんどんこれが面白いわってテーマになると思うんで、はい、順々に、考えていきたいと思います。はい、で、やっぱりミラノ・コルチナの冬季オリンピックのことについてから入りたいと思うんですよね。で、1回目に日本人はなぜスノーボードに、それで夏の大会ではスケートボードに、これがまあ、うん、横乗り競技ですね。これほどうん、強いのかというようなことでテーマを作りました。というのは、もう日本のスノーボードは、メダル9個も取ったんですね。金メダうルん、4個、それから銀メダル2個、そうですね。はい。銅メダル3個。すごいですね、これ。男子9人、女子11人の派遣でこれだけ、まあ、取ったと。それに夏の大会でも、スケートボード強いですよね。うん、このあたりをちょっとじっくり話してもらいたいと思います。ということで、成城大学の、山本先生、山本助教授、教授ですね。失礼しました。と、平尾教授に来ていただきました。山本さん、平尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしまお願いします。す。山本さんはね、昔からということはないですね。ポストスポーツの時代というめちゃくちゃ勉強になるこの本の中で、横乗りスポーツの面白さと、それとまあ現代性というものを書いておられましたけど、このミラノ・コルチノオリンピックで、日本のスノーボード人の活躍、これはどう見られましたですか？あのー本当に僕ね、現代スポーツのええ。一つの特徴が、一番現れてるのが僕、スノーボードだと思ってるんですよ。ああ、うん。それで、スノーボードは、スノーボーダーたちのはい、生き方というか、スタはい。イルみたいなものが、いわゆるスポーツ選手たちとちょっと違うんですよね。ああ、うん、うん、いわゆるオリンピックに出てくるスポーツ選手たちと、はい。スノーボーダーたちって、うん。ちょっとこう、人生の捉え方とうん、か、あオリンピッあ、クへの向き合い方とかが、決定的に違っているんですよ。うん、うん、うん。うん、そのね、一番面白い点は、オリンピックは楽しみうん。の一つの通過点ぐらいに思ってる人たあ、ちがなるほど。はい、多い。はい。うん。オリンピうん、ックでメダル取るためにスノーボードやってるっていうよりも、うん。スノーボードという文化、横乗りはい、文化はい。とそれに付随するさまざまなそのカルチャーを楽しむという一環の中にたまたまオリンピックっていうものがやってきていうん、うて、うん、ん、そこで自由に自分の表現を見せてるよっていううん。ような、なんていう潔さみたいなものをすごく感あ、じますよね。うん。そうですね。彼らの口から、例えば日の丸を背負ってとか、うん。そういう言葉っていうのはあんま聞いたことないですね。なんそか。
服装がかなりだらけて乱れて怒られた選手もいましたけれども、かつていましたよ。は。久保さんとかあの、まさにそうですよね。ちょうどこれまでの日本の体育会系スポーツマンとは全く違ううん、連中がうん、出てきて、うん。おまけに彼らが、メダルをたくさん取ってるという事実についてはどう思われますか？これはでもね、背景が確実にあって、ええ、もう僕20年ぐらいスノーボーダーの調査してるんですけど、はい。やっぱりね、雪の良さがヨーロッパとかと比べても圧倒的にいい環境。え、雪がい、日うん、本の雪の良さって日本の良ことさ。なるほそれかどね。らスノーリゾートの充実。もうニセはコと白あ、馬とか妙高とはか、あ。はスい。ノーボーダーたちが登場してくる、生産されてくる、いい雪とスノーリゾートの環境がバッチリまずあるっていうのが一つ大きい。ああ、なるほどうん。ね。それからね、ああとね、技文化なんですよ。あ、ああ、は一つのそいはい。の技をこう見せるんだけれど、はい。その技っていうのがすごくね、文化的に合ってると思うんですよね。ああ、本当にね、詳細な細部までをきれいに見せるとか、はい。美しさとか精度を磨き上げるっていうことは、はい。日本の教育環境で育った若者たあ、ちと非常に相性が良くて、うん、うん、だから大雑把にやらない、本当に細かいところまで丁寧に丁寧にうん、仕上げることができるメンタリティを持っていて、はい。で、なおかつ小柄な体型、はい。これやっぱ大きくて、なるほもど。う、回転の完成モーメントがすごく小さく抑えられるので、はい。小柄な若者たち、どうしても日本は多いので、うん、その若者たちとスノーボードっていうのがとっても相性がいいと思います。これラグなる、ビーの正反対かもしれないんですけど、なるほどね。小さい。だからフライ級のボクサーが多いのと一緒で、はいやっぱ回はいはいは転、い。ね、その重力をどう扱うのかっていう時に、そうですね。小さい体型はすごく有利ですよね。はいはいはい。だからあ、この特性をうまく使っていて、うん、スノーボーダーたちが活躍できるようにできてるんですけど、うん。あとはね、トランポリンとか、体はい。操とか、体操ですね。今私もとそれを言おうと思ったところそうだったですそう、ね。こういうね、オフの時のトレーニングがすごく充実して、施設うもあるん、し、うん。やっぱり体操はもともと技術とか知識が日本は蓄えられているはい。ので、それをうまく取り込んでいるっていうのはとっても大きいポイントかなと思いますね。なるほどね。今、技文化という言い方、私は初めて聞いたんですけれども、うんああ、その技文化という言葉を聞いた途端に体操のことを思い出しましたね。やっぱり、で、日本の体操は、加藤さんやなんかね、に聞いたりすると、飛び職文化だという言い方なんかもしてたんですね。日本の飛び職が、すごく高い鉄塔の上を命綱なしで、歩けるような、そういうな技術の歴史があったと。うん。それがロシアなんかの、バレエの文化を上回ったところで金メダルが取れたなんていう説明を聞いたことがあるんですけども、今言われた技文化なんていうのもそういうところですよね、四国。もうまさにそうだと思います。うん、であと小柄な体小柄な型が結構体型。揃うので、はい。そこにやっぱり若者の人口も集中するので、なるほど。でもね、そこは有利な点なるかほどね。なと思いますね。さあ、平尾さん。はい。あまり面白い話じゃなかったですね。今のはラグビーをやっていた方としては。いや、でもまあ、すごく納得させられますね。はい、はい。うん。で、うん、まあ、僕はそこまで研究してるわけじゃないけど、今はい。回オリンピックですね、見ておられて、テレビはい。見てて、妻がね、ボソッと言ったんです。はい。なんかいいねっていう。で、おー。何がいいかって聞くと、要うん、は、そのスノーボードの選手とかですね、うん、試合終わって自分の演技が終わったう後ん、に、まさに前に滑り終わった他国のうん。選手と共にはい。喜び合ったり残念があったりしてるシーンはい。がすごく清々しいって言うんです。なるほどね。で、うん。なんかそれを見て、なるほどなと思うんですけど、今、山本先生のお話聞くはい。と、結局その、なんていうのですかね、そのオリンピックでメダル取らなきゃいけないっていうようなうん。シリアスな、部分じゃなくはい。て、みんなで、いわゆる先ほどの技文化の話とつはい、ながるんはい、ですけはい。ど、いいこう演技をみんなで目指して、
うん。で、いや、例えば大技に挑戦したら、その挑戦した姿勢をすごく、認めて、はい。他国の選手であっても共に喜うん。び合うという、うん。そこに、まあ、妻は別にすごくスポーツ見るわけじゃないけれどはい。も、その感じてるっていうのが非常に僕は印象的だし、うん。だからそれこそがなんかこう、オリンピック反対してる身としてもですね、ついはい、は言っちい。ゃったのは、今回やっぱ面白いなと思ったんうん。ですね。その一つの要因が僕はそこにあるかなと思いますね。なるほど。過度に競争していない。でも1位ははい。みんな目指してるんだけど、でも、うん。共に、競い合ってる相手とも心をこう通わせ、通じはい。合い、で、1位になった人を本当に心の底から喜んで祝福しうん。てるっていう場面がやっぱり至るところに、特にこうスノーボードのうん。競技を中心に、他のまあフィギュアもそうだったと思うんですはい、はい、けど、はい。非常に、だから、山本先生の今の解説で、僕が感じていたことを、おそらく妻うん。が感じてたあろうことが、見事にこう、説明してくれてるなとなるほど。思って、聞いておりなるほど。ました。ただ山本さんどうなんでしょうね。私なんかね、私もオリンピックにあまり賛成しない部分があるところで、スノーボードなんかがオリンピックに入らなければいいのにと、これは逆にスノーボードの方が潰される恐れがあるんじゃないかということを思っていたんですが、これはどうなんでしょう。スノーボードがオリンピックのような競技会にスノーボードが勝ったという言い方してもよろしいんですかね。まだわからないって感じですかね。僕はね、まあもちろん98年に最初はい。長野で正式種目になるんですけど、はい。あの頃ってやっぱりテリア・ハーコンセンみたいにはい。自分たちの大事な文化を IOC に盗まれちゃう。そうですそういうね。言い方をしてたわけですよね。で、実はオリンピックへの出場を拒否するとうん。いうような人も結構いたわけですね。いました、いまはい。した。はい。今はでもオリンピックを上手に使ってると思います。スノーボーダーたうん。ちは。ううん。ん。で、いくつか一年中彼らはずっといろいろどこかでうん。競技をしてたり演技しはい。てるんですけど、はい。たまたまその時、2月この時期、4年に1回はオリンピックで、うん。うん。で、その時一番いい演技をした人をみんなで褒めたたえようと。なるほど。その日一番いい演技したやつをみんなで褒めようよ。これさっきうん。平尾先生がおっしゃったうことん。ですよね。うん。だかなるほど。らなるそういうふうにほどね。オリンピックをあんまり過度にね、勝敗うん。とか、すごくオリンピックの規範に合わせて自分たちの人生を作っていくっていうよりも、はい。自分たちの楽しい人生の中に、まあオうん。リンピックもあるっていうぐうん。らいな割り切り方をして、うん。スノーボーダーたちは楽しんで演技しているよううん。に見えますね。なるほどね。うん。それは非常になんて言いますか、私たちにいい雰囲気を与えているという言い方もできると思うんですけど、平尾さん、それ、見ていて、感じられたことをそのままだと思うんですけども、先ほど言いましたような危険性というのは感じられませんでしたですか？オリンピックに、こう、なんとかさ、巻き取られてしまうというような、うーん。例えばね、うん。平野歩美さんが、この前、これに、一橋大学の名誉教授の上坂、坂坂上先生。上さんと、それから、スポーツライターの小林さんに出てもらったんですが、平野選手が、骨折しながら出ていると。あれはもう出なくっていいんじゃないかと。それと、かつてのロサンゼルスオリンピックでのマラソンでのアンデルセン選手の話が出ましてね、死にそうになるまで最後まで走ったというね、その時止めるのが本当であって、やらせるっていうのはいけないんではないかっていう、例えばそれでやらせて、もしもアンデルセン選手が死んだりとか、平野選手がもうより大きな怪我を負ったら、それは応援した人にも責任があるんじゃないかというような意見で話し合ったんですけど、平尾さんどう思われますかね、今の意見は。本当今、頭をよぎったのが、その平野歩夢選手の骨うん折をしうん。て出たっていう。で、そそれを、やっぱり、まあ、ご本人のね、決断ですし、できると判断したというう。うことん。は、一つ、まあ、認めたとしても、メディアがうん。それを、ものすごいこととして盛り上げた物語を作ってますよね。はい。強靭な精神力であるとか、やはり平野は違うみたいな。
美談にしましたね。ははい。い。もう、その怪我をして無理やりやって、それを美談にするっていう流れに関しては、僕も、これは、よろしくないぞと思いなうん、がら見てなるほど。いました。うん、なるほどね。はい。やっぱり、あれするとね、特にまあ子供たちのスポーツを教えている指導者なんかが、はい。ほら、ああやって強靭な精神力って大事なうんだから少ん、々痛かろうが、やることがスポーツ上達するために必要なんだっていうふうね、に指導してしまうことにもなりかねない。うだからごん、本人の健康だけじゃなくて、今日うん、本でやっている、まあ、特にまあスノーボードをやっている、もしかしたら子どもたちかもしれないし、もはい。っと言うと、他の種目のスポーツに関しても影響が及ぶとうん、思うので、やっぱりね、あれを美談として語るということをメディアはもう少し自制しなければいけないというふうには思いますね。なるほどね。どうですか、山本さん、その美談、メディアのあり方っていうものと。うん、もうおっしゃる通りだと思います。はい。ただ、なんて、平野さんの場合だと、うん。もう彼の演技を見たいという世界中うのスん。ノーボードの視聴者たちがいて、うん。おそらくその怪我、日本のメディアがね、やっぱり美談としはい。て作るっていう回路とはちょっと違って、うん。うん、今この状態でどんなことできるのか、ちょっと見うん。てよっていうあ感じなのかなと思ってます。だけど、なるほど。オールドメディアは、それをやっぱ美談として作り上げていくんだけれうん。ど、スノーボードを楽しみにしている世界中の人たちは、このうん。状態で平野ってどんなことしてくれるのかな。はいはい。うん、そのことに彼は多分答えようとしているのが本筋じゃないかなと思います。なるほどね。うん、まあ、そのあたりを我々は分かってというか、一般の人は結構分かっているかもしれないっていう気もするんですけれどね。ただ分かってないのはメディアを運営している人たちだけなのかなと。で、メディアの体質としてそういう盛り上げ方しか知らないのかなっていううん、感じもちょっとはしますけれども。さて、私自身はこの前の東京オリンピック、が、まあ、コロナで一年伸びたんですけれども、その時に、体育からスポーツへの転換というのを一番大きな、テーマとして私は考えていたんですけれども、今の話聞いていて、その横乗りスポーツが日本で結構活躍しているのを聞いたら、体育からスポーツへの転換がどうもできてきたのかなと思い始めたんですが、そのあたり山本さんどうですか？うん、やっぱり体育っていうのはうん。非常に画一的なはい。ものに向けて規範を作り上げて、はい。そこにこう合わせていく体っていうのを作っていくわけですうよね。で、ん。それが時にナショナリズムだったりとか、はい。日本の勤勉な産業形態に合うようにうん。子供たちの体を作っていったりとか、はい。まあそれが体育の一つのこう目的の一つなんだろうとはうん。思うんですけど、横乗り文化はやっぱりそことはちょっと違うところにうん。自分たちの競技性を持ちうん。込んでいる。それをうん。スポーツと呼ぶかどうかわからないですけれど、はいはいはい明らかにではいはい。も体育と呼ばれてきた枠組みの外うん。側で自分たち特有のカルチャーをうん。スケートボードもスノーボードも作り上げているなとうん。思いますね。なるほどこれはやっぱりね。学校の外側はい、あで形あ、成されはてきているので、はい。うん。だからそれがいいかどうかわかんないですけど、うん。もっとこう学校で作られていく体のあり方とか表現の仕うん。方ではなくて、もっとこうショップとかね、用う具のん。ブランドとか、うん。そういうところから子供の頃からいっぱいこうサポートしてもらって、うん。で、自分たちが滑っている普段の山、そういうはい。ところと結びついていくし、うん。先生というよりもスノーボード仲間とか、先生じゃない大人たちとうん。小さい頃からずっと対話しながらやっていくっていう特徴があるので、はい。ぱり学校の外側で出来上がっているカルチャーっていうところが特うん。徴ですよね、これはなるね。ほどね。オリンピックゲームの中には、私、先生という以上に師匠という言い方とかね、する人もいましたけれども、私は、今の話で、平尾はい。さん自身はね、脱筋トレ思考とか、それから、楽しい体育という、タイトルの、非常に面白い、素晴らしい本、絵本を
書いたりもされてるんですけれども、この体育からスポーツへの流れはやっぱり歓迎されてるというような感じでよろしいですか？はい、もちろんですね。歓迎でうん、すね。うん、一つの本当に山本先生もおっしゃったように、肩に流し込むように、うん、その体を造形していくっていうものではなくて、内側からこう、運動へのその衝動みたいなものを大切にしながうん、ら、こう、結果的に、こう、なんていうんですかね、身体の操作性が高まるというか、とうん、もすれば、こんなことできるはずもうなかったことができるようになるみたいうん、な経験をやっぱりいくつも子どもの時に積み重ねるっていうのが実は体う育、本ん。当の言葉の意味でも意味での体を体育。育てるね、体育体を育てる。っていうことだはい。とね、思うので、本当にスノーボーダーのその、なうん、んて伸びやかに、こう、うん。ほら、俺こんなことしたぞみたいなあね、あ、できるんだぞみたいうん、な伸びやかさっうん。ていうのがまさしくそれだなっていうふうには思うので、すごくいいうん。流れだなっていうふうには思ってます。なるほどね。そう、平尾さんの、絵本のタイトルの楽しい運動というのが、そのまんまという感じですね。で、決して楽しいとかっていうものが、上昇志向にないというわけではないというところが非常に、よく出た、いい大会だったという言い方もできるかなと、ミラノ・コルチナは。まあ、イタリアの素晴らしさということも結構あるのかなと。私みたいにオペラ大好きの人間にとっては、もう開会式と閉会式見るだけで、これはすごいと思っててしまって、もうベルディとプッチーニとロッシーニの3人が出てきただけで、ブラボーと思わず言ってしまいましたけれども、さて、1回目、こんなに肯定的な、話が、3人でできるとは思っていませんでした、実は。これを踏まえて、次回では、未来のスポーツについてちょっと、山本さんと平尾さんに聞きたいと思います。e スポーツとかね、最近はドローンスポーツっていうのがね、始まってるらしいですね。それにIOC がすごい発表しまして、夏季オリンピックの競技の一部を冬に回すと。冬はまだまだ受け入れる余地があるし、大都市でやるようになったので、例えばバスケットボールとかバレーボールとかは本来冬の競技じゃないかとか言い出したんですね。そういうことも含めて未来のスポーツ果たしてどうなるのかっていうのを次回で喋っていただきたいと思いますんで、山本さんも平尾さんも次回もよろしくお願いします。ここで一旦締めましょう。ね、はい。はい。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、なぜ現代社会はこれほどスポーツに熱狂するのかのエピソード2、e スポーツ、ドローンレーシング、スポーツベッティング、未来のスポーツはどう変わるのかです。引き続き山本さん、平尾さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。さよなら。